ハイアンド西アワー。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。第8回目のアイアンド西アワーでございます。はい。はい、では今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、この流れがなんかスムーズになってきましたね。そうですね。だいぶね。今日はね、山登りのお話なんかもね、はい。しようかなと思っております。ね、山登りなんか全く経験ないっていう皆さん方にはちょっと退屈なお話になるかもしれないですけど、はい。ちょっと面白いエピソードがあるんで、はい。それをちょっと披露したいと思います。はいはい。で山登りね、私ね趣味でやってますんで、うんまあ今はやってないですけど、昔はね、まあ百名山というのを皆さんご存知ですかね。日本中にある山の中で、まあ有名なお山が100座ありましてね。うん。例えば1500メートル以上の山であるっていう条件があったりとか、由緒正しいまだ歴史的なこう意味合いのある山であったりとか、まあいろんな要素があって、まあ選定者の方がこの山はいいでしょうということで100座そういう設定した成り立ちなんですね。はい。で私関西に住んでますね。まあやっぱ関西近辺のお山をまずね、ちょっと登っていきたいなっていうところで、伊吹山から始まりまして、大山とかですね。これ大山って鳥取ですよね。まあそんなにね数多くは行ってないんですけれども、で一番やっぱりね行ってよかったなと思うのは立山ですかね。はいはいはい。私もね、西に連れられてね、何回か山登り一緒にしたんですよね。百名山ではないですよね。本当にもう初心者向けのね、六甲山とか、その辺の可愛らしいお山をね、一緒に登りましたけれども、ちょっと初心者すぎてですね、装備がしょぼかったものですから、結構しんどくてですね。道中ずっと私はブー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 文句を言っていた記憶があります。まあ登りはね、登りはまだマシだったんですけど、登りはね。下りの時にね、結構まあやっぱ靴底と足の指先がこうぶつかっちゃって痛い痛い痛いって言ってね、痛かったわ。結構あるあるなんですけれどもね、上りよりも下りの方が結構きついとかいう話もありますしね。まあそういう感じで、まあ百名山を全部回りたいねっていうのが一つの目標でありますんですが、一回ね愛媛県の石鎚山というところ皆さんご存知ですかね。これちょっと行ってきてね、ちょっと怖い思いをしてきました。で石鎚山というのは山岳修行の場でございましてね。山そのものをご神体として崇める、まあそういった風習が昔からあってね、そこにはね山伏の格好をした修験者さんですねが、まあ、修行の場として、その山を、まあ、親しまれているっていうことなんですね。ですから登っていく道中山伏の格好をした修験者さんがホラ貝を携えて道の真ん中にこう立っていらっしゃってね、どうぞお気をつけてとかいろいろね登山者に声をかけて。それはマジ物っていうか、マジ物だと思いますよ。本物の山伏ですか。例えば愛媛県職員とかではなくて。ではないと思うんですけどね。やっぱそういう方いらっしゃるんですね。そうなんです。でいらっしゃってね、でホラ貝なんかもねビョービョーってね吹き鳴らすんですよね。そうすると山の峰々にこだましてすごくね雰囲気が出るんですよね。山岳修行の山だなってな感じでね。はい。で私ね最初余裕しゃくしゃくで登っていったんですけど、ここってね鎖場があるんですよ。崖がありましてね、それを鎖が垂れてます。その鎖一本こうね自分の手でこうググググよじ登っていくっていうね、結構大変な難所っていうところがあるんですよね。私も1回だけ経験あります。そうですか。どこで経験しました？ちょっと覚えてないんですけれども、まだね若い高校生ぐらいの時だったんですけど、私がね、その頃うちの母がですね、結構パワースポット好きで、行ってみたいところあるって言って連れて行かれたところが、まあお寺か神社があんのかなわかんないですけど、やっぱり山の中で、なんか祠みたいなね。お地蔵さんをなんか祀られてるところがやっぱりちょっとその奥の方で、なんかその鎖で岩を上がっていかないとなんか行けないみたいなところで、そこを一緒になってね、みんなで登っていった記憶があります。なるほど。こんなんあるって思いましたけど。そうなんですよね。結構怖いんですよね。で、石鎚山というのは有名な山で、で鎖場っていうのもね大きく分けて4つあるんです。試しの鎖っていうのがまず1つ目。で1の鎖、2の鎖、3の鎖っていうまあ合計4
つの鎖場っていうのがありまして、細かいのを数え出したらキリがないっていうわけではないんですけれども、大きく4つあるんですけれども、一番怖かったのが一番最後の三の鎖って言われるものですね。これ鎖をずっと伝っていったらもう頂上に着くという、もう最後の最後の難関ですよね。これね本当にね垂直に切り立った崖ではないんですけれども、さあ登るぞって下から見上げるとすごくね直角かっていうぐらいのすごく急峻な崖になるんですよね。そこをね皆さんいっちらおっちら登っていくわけですよ。で私ねそこのじーっと佇んでましてね、三の鎖の時に下から見ててね、これ登れんのか、ちょっとやめといた方がいいんじゃないのか、いやでもここまで来たから登ろうから、いやちょっとやめようかな。だってもうそれを登れば頂上なんでしょ。そうなの、そうなの。だけど一番ね1の鎖よりも2の鎖よりも3の鎖が一番長い距離をよじ登っていかないといけないというところでね、これはきついなーっていうことでもう10分ぐらいねその場に立ち尽くして、さあどうする、登る登らないっていうふうにね逡巡しとったんですけれども、よし登ってやろうじゃないかいうことで、勇気を振り絞りまして登り始めました。登り始めましたらやっぱり後悔しましてね、きつい。あ、そうなんですね、やっぱり。靴がつるつるっと滑るっていうわけではないんですけれども、やっぱりね緊張感が全然違うね。ほぼ垂直に感じられるので、だからものすごく必死こいて鎖を伝ってよじ登っていくっていう感じなんですよね。そうこうしてるうちねやっぱり皆さんもねやっぱ苦労されててね、ずっと登ってさっさと登っていく人もおれば、ゆったり登っていかはる人。それって要するに、その頂上から鎖は何本かあるってことなんですか。2本だったかな。ということは左右に分かれてそれぞれには上がっておられて、上がることができるんだよね。けれども例えばその1本の鎖に何人も要は同時に捕まってるっていう状況ですよね。ただ頂上からブラブラ鎖がねほんまに垂れ下がってるっていうわけではなくて、途中でやっぱり止めてますんでね、岩にねガチンとね。だからそんなにねこう上のものの影響が下のものにこう鎖を伝って伝わるってことは一本ってことじゃないんですね。そこではないですけれどもね、上から下まで。なるほどなるほど。だけどもやっぱり上に登ってる方のお尻とかがやっぱ見えるわけなんですよね。なるほどなるほど。で私登ってきました。そしたらね私のね10メートルぐらい先にね、年の頃は60前後の方かな、高齢の方がねものすごいね必死こいて登ってあったんです。私以上にねっていう声を出しながら、もう必死でもう必死のパッチですっていうような感じでね。そしたら私以外の人もねそのご老人をご覧になって「うわ大丈夫かな」とかね心配そうな目で見ている。でももう登るしかないんです。もうその鎖の半分以上はもうそのご高齢の方も進まれてるんで戻るわけないから。戻るとなるとねやっぱり下に連なってる人たちがいるから、もうこれやるしかないということでもう頑張ってはるんですけれども、見ててねあれ落ちるんじゃないかっていうぐらい足もちょっとずるっと滑ったりしてる。そういう時にですね山伏さんが遠くの方からホラ貝を吹いてくれるんですよね。それは頑張れみたいな意味でですか。じゃないいやそれはね時々山伏さんが吹いてくれる。吹いてるっていう、ちょうどそのご高齢の方がうわーって登ってる時に、山伏さんが遠くの方でホラ貝をふーっと吹いた。なるほど。でホラ貝ってなかなか難しいのかな知らないですけど、上手い人が吹いたらビューっていい音色が来るんですけど、そのタイミングで聞こえてきたホラ貝の音っていうのはプープーって言ってなんじゃこれ、おならの音みたいな感じ。なんかもう拍子抜けするようなね、こちらも必死に頑張ってるのになんじゃその音っていう感じ。いう風な音色が聞こえてきた時に、そのご高齢の方が「いや今このタイミングでその音はやめてくれ」ってもう振り絞って言ってましてね、そしたらもう岩場に取り付いてた他の方々もね、もうみんなね一応もう大笑いしてねぶら下がったまんまでみんなそれなりに緊張してるんですけど、そのご高齢の方の一言がすごくみんな和やんでね、うわーっと笑い声が
そこのね充満していたという不思議な空間がありましたね。でまあご高齢の方も無事登頂されたんですけどもね。日誌も登頂できました？はい、私も恐怖心がふっと消えましたんでね。ですからスタスタっと登れたわけなんでよかったんですよね。まあそういうエピソードっていうのは山登りしてましたのでいろいろありますんでね、また別の機会にねお話しできればと思います。はい、以上になりますね。はい、というわけで、次は来週になるかと思います。また聞きに来てくださいね。お願いします。愛でした。西でした。愛西でした。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。